中身を見ていきます。電源回路の基板がたくさん見えます。すごいですね。今同じものを作ったら20万円を超えそうです。ボリュームのつまみは樹脂製です。これはボリュームのエンコーダーです。正面の蓋にはダンパーがついています。裏側のパネルを外します。問題のプロテクションリレーはパワー基板についていますが、上から分解していかないとたどり着けない構造です。上の基板を外していきます。すべてのチャンネルが同一の作りです。プロテクションリレーは劣化しにくい密封型です。これは多分問題ないでしょう。このデジタルアンプは昔からあるごく普通の PWM 回路のようです。ヒートシンクを外してパワー素子を確認します。表面実装型の MOSFET が使われています。他のところを見ていきます。スピーカーターミナルのネジを調べます。接触抵抗があるようです。薬で錆を溶かしてメンテナンスします。最後に専用オイルで仕上げます。どうでしょう。前より多少良くなったでしょうか。念のためリレーを外して接触抵抗を確認します。1アンペアの電流を流して電圧計で抵抗を確認します。
だいたい 11mΩ です。問題ない方のリレーと比べます。同じくらいですね。やはりリレーは問題ないようです。部品を元に戻して組み立てていきます。このファンは防振ゴムで対角に2点支持されています。本体と当たるところにスポンジが貼ってありますが、へたっているので補強します。端子の多い高級機だけあってとても複雑な作りです。デジタルアンプの作りは昔からあるごく普通の PWM 回路のようです。一通りチェックしましたが、サラウンド出力のダンピングファクターが低い確かな要因は見つかりませんでした。スピーカーターミナルをメンテナンスしましたが、これで改善したのでしょうか。次回はこのアンプを測定してメンテナンスの結果と性能を明らかにしていきます。ご視聴ありがとうございました。